今回はファイルを読み込みからプレイヤー、敵が生成されるようになりました。アクションゲーム制作、キャラクターマネージャー編。アクションゲームを作っていると、プレイヤーと敵の管理がだんだんごちゃついてきませんか？今回はプレイヤーと敵を一括で管理するキャラクターマネージャーを作っていきます。これを入れるだけでコードと構成が一気に整理されます。最初はプレイヤーコントローラー、エネミーコントローラー、それぞれで管理していても問題ありません。ですが、数が増えると敵一覧を取りたい、生存キャラを管理したい、共通処理を呼びたい、毎回ファインドしたり、シーンを直接触る構成になりがちです。そこで登場するのがキャラクターマネージャーです。キャラクターマネージャーの役割はシンプルです。プレイヤーの参照を管理、敵キャラ一覧を管理、生存、破棄の管理、制御はしない、状態を管理するだけ。ここがすごく重要なポイントです。エネミーマネージャーではなく、キャラクターマネージャーにした理由は一つ、管理対象が将来増えるからです。プレイヤー、敵、NPC、味方キャラ、敵だけに縛らないことで、後からの拡張が圧倒的に楽になります。シングルトンのインスタンスを宣言します。インスタンスを取得します。プレイヤー変数を宣言します。プレイヤーを取得します。プレイヤーを追加します。プレイヤーを削除します。敵変数を宣言します。敵を取得します。敵を追加します。敵を削除します。今回はヒエラルキーに直接プレイヤー、エネミーを登録する方法をやめました。シーン依存が強くなるからです。シーン開始時に読み込む方法に変更します。キャラ生成時にキャラクターマネージャーへ登録、破棄時に自動で解除。マネージャーは常に最新の状態を保持。キャラ管理がかなり安定します。ファイルのパスを宣言します。敵の位置を宣言。プレイヤーを生成します。敵を生成します。ヒエラルキーにプレイヤー、エネミーがなくなっているので、シネマシーンのトラッキングターゲットは設定できていない状態です。スクリプトでターゲットを設定します。ターゲットを外すとトグルをオフするように対応。キャラクターマネージャーからプレイヤーを取得します。キャラクターマネージャーから敵を取得します。キャンバスの変数を宣言するようにします。キャンバスをスクリプトから取得できるようにします。スタートからイニシャライズに変更します。スタートからイニシャライズに変更します。キャラクターマネージャーから敵情報を削除します。実際に実行すると、ファイルを読み込みからプレイヤー、敵が生成されるようになりました。敵が増えても減っても管理が破綻しません。検索、優先度、抽出処理を追加する土台としても使えます。今回はアクションゲームの土台になるキャラクターマネージャー設計を解説しました。派手ではないですが、ここを作っておくと後の実装がかなり楽になります。次回はアクションゲームに必須の遠距離攻撃を実装します。発射、命中、管理までちゃんと作るとアクションの幅が一気に広がります。近接だけじゃ物足りない人、次回もお見逃しなく。